分13分って何のタイマー？肉一筋2つでスライス大です。はい。どっちも合わせて1キロ。もらっていい？言いたい放題やん。いただきます。はいよ。カツが2列入ってるんで本当もう 50% 超えちゃったりするんで。お願いします。はいよ夜まで腹がー。柔らかくて美味しいです。ご飯が足りんくなった。6時間後にはここに来とることがあるですね。よろしくお願いします。一応お願いします。よろしくお願いします。26号うちは1日3回から4回炊きますんで。水を前もって含ましてあげるともう炊き上がりが全然違うので、少し水に浸しておいてあげてますね。16歳からアルバイトしていて、その本店の朽田店の方で12年間従業員した後にもう独立したいっていう夢がずっとあって、経営者としてやらさせていただいています。はい、特注です。サイズ合わせてもらって。お肉さばくのめちゃくちゃ楽しいですよ。僕お肉も大好きなんで、さばくことが気持ちいいし楽しいですね。こう切っちゃうとなかなかカツ丼に向かないんですよ。こんだけしかできないんで、これをここまで開いてあげるともうカツ丼でも使えるようになって、豚のロースがカツ丼に行くと思うんですけど、僕はもうヒレカツで最初から1本でやってます。さばく時はほんと1日60キロ70キロさばいたりしますし、大変だったけど気づいたらもう
さばくの大好きになってましたね。一人で全部します。夜の焼肉で使えるとこは焼肉それぞれのメニューで使うようにしてます。それがヒレカツ定食とかだと2枚つきます。カツ丼の大盛りもあるんでボリューミーです。お客さんめちゃめちゃびっくりされます。余った分は持って帰ってもらうこともできるんで、パック用意してるんで。って言われても困るわな。盛りました。盛りました。今日も朝ごはん食べてくるの。なんかやることない。2.5ぐらい。衣がサクサクに仕上がります。ボルヘッタ？焼き薬。はいはい。切る。これも出せるけど多かったらもう握りしめなきゃいけんやん。大体何食分ぐらいになるこれで。これヒレカツ定食だったら2枚使うので15食は取れないかなってくらいです。洗えると絶道路。あ、狭くなったここ。狭くなった。大きくなったんじゃん。私が。言いたい放題やんもう。今日は飛ばしても安心じゃね。ただ折っただけだけど。
これは内ももっていう部位で、使えない脂身と、肉の部分を切り分けました。僕たまにこのまま食べたりします。まあいいこと全然収まっこれ A5 ランクの宮崎牛ですから、これをランチで出す店ってほぼないと思います。これはローストビーフとコロコロステーキっていうローストビーフとセットになった定食を頼んでいただければ、これのコロコロステーキが食べれます。夜だと、牛赤身っていうメニューになるので、牛赤身を頼んでいただけたらこれができます。シンクします。こうやって自分たちでさばくことによってより安く提供できるように全ての部位をさばくようにしてます。ただこうやってお肉さばくの大好きなんでめちゃくちゃ楽しんでやってます。パン粉ぶっかけんで。いいか、私もキロでもいいよ。ほぼほぼ使うわ。はいはいはい。人気のメニューはやっぱりビーフカレーがダントツで1位です。初めて来た方におすすめするならまずどれを食べてほしい？それもやっぱりビーフカレーです。ヒレカツ定食、チキンカツ定食は平日限定になっちゃうんですけど、今度土日はステーキ重とローストビーフ丼、こちらが土日は食べれますので。昨日作成したんですけど、炙りカラマヨ丼でもういっぱい食べたい人にはもうたまんないメニューだと思いますので、ネギたっぷりのマヨネーズ炙ってご提供させていただきます。肉一筋誕生日プレゼント、三原さんはもうこれでしょう。車のナンバーも29なんで肉の29です。チーズはヒレカツですね。チキンカツおはい。いらっしゃいませ。さとちゃん、お盆持ってインスタ用みたいな感じで。
かつ定食いきまーす。いらっしゃいませ。ヒレでからしありビーフライスルーはいようん、絶対これ。やっぱりお肉屋さんのお店なんで、肉は最高です。塊大きくて、口の中に入れたらもうすぐに砕けるぐらいのやおさ。後味のスパイシーが最高。で、そのために半熟、卵のっけとる。これ。ローストビーフとコロコロステーキ。はいよはい、おすすめ1個目。ご飯ちょっと待ってね。お待たせいたしました。ローストビーフとコロコロステーキです。ごゆっくりどうぞ。トッピングなどよろしいですか？スパイスピカさん20名予約入るかも。はい。はい。アイス待ってね。はい。はいよ、4番いきます。途中でございます。器がお熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございます。レミチキはもうわかる？原価何パー原価めちゃくちゃ高いです。本当もう50%超えちゃったりするんで、本当に大変ですよ。やっぱりその分お客さん来てもらわんと成り立たんし。お願いします。はいはいはい。お肉がゴロゴロ入ってるんで。はい、チキンカツですね。定食からしておいても大丈夫でしょうか？
はい、ありがとうございます。まずね、お待ちしてます。ホロホロで柔らかくて美味しいです。カツ丼です。初めて食べても美味しいです。衣がカリッとしてて、肉は柔らかくて、汁だくでいい感じですよ。スプーンないと食べられないかもしれない。チキンカツ定食いきまはいはい、カチーズ。一回ちょっと取ってみますか。す。チキンカレーいきまはい、もう一個ライス大量だ。ありがとうございます。温玉トッピングしました。チキンカツか、唐揚げかカレーか、スパイシー。具材もゴロゴロなんで満腹感がある。チキンやからあっさり食べれるかなっていう。タンカレーもめっちゃ美味しいです。分厚いタンがゴロッと入ってる。ここだけしかない気がします。全然気づいてない。1名のお客様、テーブル待ちだけ。ありがとう。はい。お気をつけてお持ち帰りください。ありがとうございます。次カツ丼いきます。お願いします。お願いします。なお下にご飯ないんかね。あるっちゃあるけど。3回目？まず1個目。はい、唐揚げきますか？トッピングの唐揚げいくね。いいよ。お願いします。来たら。はい。すいません、失礼します。はいはい。ライス代、ライス代。失礼いたします。おむすびと唐揚げのカゴランチですね。タンカレーライスルー大。はいよ。はい。お願いします。ごめん。300ね。はい、ライス大と温玉お願いします。はい。ほい。お先ハンバーグいきます。はい。します。お先にハンバーグ300gのお客様。失礼いたします。ビーフシチューのライス大とハンバーグ。ビーフのヒレ。はいはい。します。しまーす。ドリアね。はい、強気をつけて。9番じゃないそれ。ご飯が足りんくなった。次入れるから4回目。広島の米を使ってるんですか？そうですね、白木町の農家さんからうちは虹のきらめきっていうお米なんですけど、もっちりしてすごい甘みが強いお米ですね。全部一緒にしたけん。
大盛りにすると何グラムになるご飯の量？どっちも合わせて1キロになります。最初が少なかったけど。チキンカレー出ます。はい、ビーフカレー、チキンカツ2つです。ライス大です。はい。こっちもライス大。はい。チキンとヒレですよね。こっちがチキンです。失礼します。お待たせいたします。ハンバーグ301です。はい。ごめん、受け取ってもらっていい？よいしょ。失礼いたします。お待たせいたしました。ビーフカレー、ライス、ルー大盛りのヒレカツトッピングです。今日満帆だったんですけど。手白い。あ、手袋してたっけ？びっくりしたよ。死んなかった。牛も完全におらんくなっとる。じゃあ今日夜よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。 53杯です。お昼だけですか？これお昼だけです。何人ぐらい？100人近く来られますね。一番多い時は150とか超える時もありますね。昼だけで。はい。レッドブルいただきます。じゃあこれ飲んでください。どうぞ。朝から夜12時ぐらいまではもう泊まる時間はないです。で、休みの日もやっぱお店のことでは動いてます。この仕事が好きなんですか？好きですね。で、お客様の笑顔が見れたらもうそれだけで何があっても頑張れるんで、しんどいよりやっぱそっちの方が気持ちがすごい強いけね、一人のお店じゃないんで、やっぱりスタッフみんなのお店だと思ってるんで。筋トレとかしてるんですか？筋トレしないです。毎日2、30キロのお肉さばいてたらこうなります。合いミンチを作っていて、ハンバーグ用でミンチを引いていきます。じゃあめっちゃ儲かったら何買うんですか？やっぱスタッフ総出でなんかご飯行ったりとか、ああいうことしたいかな。日頃すごいやってくれてるんで、なんかお礼をしたいですね。今度牛肉さばいていきます。これは牛の首の部分になります。
牛肉が4キロ、豚肉が4キロで合わせるので合計8キロですね。大きいのは 300g あるハンバーグがあるのでだいたい1週間は持たないです。11時ぐらいに営業終わって落ち着いたらそこから2時間今度キッチンの中の床磨いたりとか。結構食べた時にスパイシーっていうんですかね、香ってくるし、肉の美味しさを引き立てるっていうんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。一番売ってるよ。まかない作れなかったんで、唐揚げだといつもと同じになったんで、ヤンニョムチキン風。ああ、いいですね。美味しいですか？じゃあ、掃除は終わりがないですよね。次の日営業終わっちゃうともう汚れてるので、それでも毎日欠かさずやらんと。寝たのが2時半頃かな。6時過ぎには起きました。出勤がだいたい7時、終わりは本当1時ぐらいになることもあるんですけど、毎日このぐらいお店にいますね。焼いた時にちょっと量が減っちゃうじゃないですか。あれを考慮して 300g で、実はミンチは 330g で、焼いたりして減った量が 300g ですっていう、ド直球で出してます。
この状態がもう最高ですね。あそこが鏡みたいになるのが一番好きで。終わりました。この時間仕事してるのは皆さん知ってるんですか？でも親も知らないですね。多分動画見てこんな時間までってびっくりされる。アルバイトさん25人ぐらいいるんで、生活がかかってる。もうしんどいなんて言葉がもう出てこないなというか、まだまだ先に行きたいんで大変だろうけど楽しいですね。今毎日楽しいです。6時間後にはここに来とることがあるですね。なんか楽しかった。どう？お疲れ様でした。もし常連さんに一言があったら。自信を持って提供させていただいている料理ばっかりですので、期待して食べに来ていただけたら嬉しいかなと思っています。お疲れ様です。